Today we're here with JGG, and this is their first interview. And Susuma and I thought, who would be the perfect person? そう。光栄ありがとうございます。 No, seriously. JGG, they have so many things that they're trying to share to the community and the world. And when we have so many people right now around the world separated in so many ways, it's very important that we share respect. We have a lineup of people. It's going to be 12 interviews for the year. You're January. ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ初めてってことですか？そうです。一人目？そう。JGG の一人目。ありがとうございます。ちょっとみんなとお話ができるの楽しみにしてます。そうですね。 So you're the January. January. So I like to start off by asking you one question. Okay. 一つだけクエスチョンあります、スティーブンから。You have made so many people unbelievable happy through your Bangumi. What does this show mean to you? さっき言った通りで、ショーに出たことによって優しさをそれを通じて受け取って、人に優しくする大切さを改めて学んだ。そうなんか自分が思うことだったり感じることだったりっていうのを、まあやっぱりそのいつでもその優しいエキスを入れて、そう、まあ、僕はそのボーイフレンドではグラスって言ってたんですけど、そうなんかやっぱり自分の一番好きな気持ちを込めたサングラスを身につけて人に接したりとか何かを伝えたりとかする大切さをボーイフレンドを通じて、そこであったアランじゃなくてそれを見てくれたみんなからそれを感じてくれて言葉にしてくれたみんなのおかげでそれを本当に改めて大切にして軸にしていこうかなって。So we're about to introduce you to two fabulous friends of ours from JGG, and not the Lady Gaga, but they are Gaga over you. Gaga, period. So I like to say hello and switch seats. あー、こんにちは。こんにちは。It's your seat. It's your seat. まして。マイクがね、うわーってなっちゃってるけど。全然大丈夫です。お名前は？綾乃です。綾乃ちゃん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウィル。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。座っちゃっていいですかね。はい。はい。お願いします。もう先ほど紹介にあったガガです。よろしく。ガガ。よろしくお願いします。はい。先ほどイベントにもさまざまなものが参加されてるとのことだったんですけど。そうなんです。スティーブンとはねいろんなことにね、彼の素晴らしいお仕事だったりプロジェクトに加えてくれて嬉しいです本当に。毎回特別ななんか宝物を家に持って帰ってますね。参加するたんびに。素敵ですね。そう本当に。やっぱりボーイフレンドっていう番組に参加されてからやっぱこういう LGBTQ 関係の仕事は増えたんですか？増えましたね。なんか思ってたことがやっとなんかこうやって発信できる機会はもちろん増えました。やっぱり日本だとなんか個人的に、LGBTQ としてそういうイベントってやっぱり少ないというか、やっぱり表面化されづらいみたいなイメージがあるんですけど、やっぱりボーイフレンド以降こう活発的にみんな動かれてるみたいで、初めてでしたもんね。そのね男性同士の恋愛リアリティ番組っていうのが、しかもそれが日本ってねなかなか最高ですね。すごいビッグニュースですよねみんなに。僕にとっても初めてその依頼が来た時は本当にって。どういう形でどういう風にそれが表現されるのかっていうのも心配。そうですね。そうどういう感じでワクワクもあればちょっとなんかドキドキもあった。本当にもう前例を作っていくっていう立場におられた方なので、もう何でしょう、いわゆる今の私たちのゲイのコミュニティのアイドルとして、嘘ありがとうございます。私たちはガガになってしまうんですよね。ガガなんだね。だからですね。Like when I first saw that like the boyfriend was going to be a show, I felt like I was waiting for so long for Japan to have something like this. So honestly, for like the foreign audience, it was such an amazing moment. あ、そうなんだ。でも僕前ビデオ見たんですよ。TikTok かインスタだと思う。僕のリールを見て、そうなんか踊ってたのかな。私パーフュー大好き。あ、そう。お家でいろんなアングルからこうやって撮ってるのを見て、うわ
すごいクリエイティブでしかも楽しかった見てて。嬉しい。そうでもそこでなんかやっぱり日本の文化が大好きなんだなっていうのが、そうそうですね面白い、大好きでした見てるの。大好き。そうですね、ボーイフレンドの話をもうアランさんとインタビューするって前からたびたび話に出てて、でアランさんの名前がスティーブから出た瞬間もう I was like, って現実みたいなテンションが Are you sure? ありがとうございます。絶対ウィルがいる時にもうこのインタビューは組みましょうって言ってそうなんだ。あ、ウィル君じゃない時もあるんだ。そうですね、なんか何人かタレントがいて、でウィルのスケジュールにねもう兼ね合いながらなるほど、よかったねウィルあって、よかったよかった。嬉しい。よかった、俺も嬉しい嬉しい、ありがとう。本当ありがとうございます。でもやっぱりこういうインタビューだったりがもう以前やられてたのを拝見させてもらったんですけど、やっぱ増えましたこういう。あ、でも増えましたね。インタビューだったりとか、やっぱり自分が思ったことは、ボーイフレンドきっかけで、それだけじゃなくても、やっぱりその僕の考えだったりとか、思いを言う場面もめっちゃ増えましたね。はい。嬉しいことに。なんでしょう、キャリア面だけじゃないですけど、その生活面でもガラリと変わったっていうのが印象に残的なんですけど。そうですね。たまにそのボーイフレンド出る前の生活とかを僕振り返ることを忘れないようにしてるんですけど、それを忘れないようにしようって思うぐらい変わりました。そうなん全く違う。人も変わったし、もちろん環境が変わると自分のね、今まで会ってた人たちとかも変わったりとかするし、そう、それも忘れたくない大事な今の僕を作ってくれたルートだから、そう、最近多いです。あ、そうなん例えですか。ばこの経験は多分前の僕はできなかったんだろうなっていう、そこと紐づけて感じるようにはしてます。じゃあもう自分のコアを忘れないようにしながら新しいことに取り組んでいく。そうなんかやっぱりこの世界新しいことがいっぱい入ってくるから、環境もトレンドもね、人も変わるし、結構変わる体質を覚えるなんかことが多くなったんですよね。だからその変わりながら変えたくないものとかもちゃんと思い出しながらバランスでやる意識はしてます。いいですね。やっぱりこの業界特にそうですよね。多分トレンドで今すぐ変わる力がやっぱり試される世界なので、逆にそれを自分のコアを保つためにやっていることだったり意識していることってありますか？前はちょっと去年の僕だったら瞑想してますとか、もう本当に瞑想したんですよ。去年はめっちゃ瞑想、もう自分の1対1の時間を大事にしてた年なんですけど、変わることを大事にしてるかも。新しい自分を発見する、そのなんかワクワクとかドキドキハラハラっていうところに自分から向かうことが多いかもしれない。例えば旅行だったりとか、新しい人と話すとか、新しい仕事にチャレンジするとか、そのやっぱり自分をいっぱい発見していきたい、ちょっと好奇心につながるのかな。やっぱりこういわゆる日本特に多分この公私混同っていうのがやっぱりカルチャー的に否定されるだったりちょっと難しいと捉えられる中で、公私混同って何ですか？いわゆる笑ってるんじゃないんですか？公私混同いわゆる仕事とプライベートをこう混ぜるだったり、英語で分かった。You're mixing up the like a work and your privacy. It's kind of like バランスね。そう例えば例えば今アランさんがおっしゃったようにこの混ぜ込んで一体化していくことで自分のこの表現を出していくっていうのがあるんですけど、なるほど、公私混同ね。そのなんか日本ではそれが割とスタンダードで混ぜないみたいなことも多いと思うんですけど、確かにね、確かに。その中でちょっと感じたりすることありますか？難しさ。まあでもそれ人によるんじゃないですかね。それをやってうまくやってる人たち僕知ってるので、全然それはいいと思うけど、僕はこうだけじゃなくて仕事と自分の私生活とかでもなくて、仕事の中でもなんかそのまた公私混同があって、僕の中ではそうなんかいろんなバージョンがいるんですよ。アランのいろんな私生活でもお仕事でもいっぱいいろんなバージョンがいて、その場面に合った僕を楽しむような感じ、全部リアルな僕なんだけど、そこをうまく使い分けてる感じかな。例えばちゃんと心の話をする時のアラン、頭の話をする時のアランだったりとか、ただ楽しむ時のアラン、
悲しむ時のアランだったりとか、自分の一人になる時のバージョンのアラン、みんなと一緒にいるアランとかいっぱいあって、それは私生活も仕事でもどっちでもあるんで、そう。それがまたアランさんのこう自分をなんかコアを持ちながらこう温かみを人に分けられるみたいな。まあでもそうなのかな。部分もなんかオリジナリストさがそこから出てる感じがしますね。でも半分以上はもうわからないけどそれを楽しむところに、多分それを続けていくことになんか見つけたりとかするものとかもあるんで、なんかわからないスタンスを楽しむが多いかも。そうありのままの自分でいるっていうのもそういうことなのかなって思えるようになりました。そうなんかいろんな人と会ってこうやってボーイフレンドって後に、いろんなメッセージだったり愛情だったり、本当にその見た人たちの思いを知って、自分もいろんな心がいっぱい動いて、やっぱりそういう動く過程だったりとか不安だったりとかいろんな気持ちが一つなんか大事なんだなみたいな、全部なんかそのこの気持ちは嫌だとかこれは好きだからみたいなっていう選ぶことをやるよりかは、全部感じてありのままの自分の感情に向き合ってそのままでいいんだよなっていう自分に言い聞かせながら、ありのままの自分を見つけていくっていう。I was wondering, like, is there, because you've obviously had to meet so many people recently, especially from the LGBTQ plus community, is there any, like, specific person that came up to you that kind of said something that really stuck with you? 僕結構ずっと LGBTQ にいるんでなんかなんだろう、やっぱりありのままの自分でいる勇気をくれてありがとうございますって言われた時に、なんか今このスタンスでいいんだって初めて思いました。自分もありのままの自分でいるってなんだろうって言われたら、今は答えれるけどその時言われた時は分からなくて、ただ生きてるだけ、ただゲイのまま生きてるだけ。そうでゲイの友達もいるし、そのゲイのままのアランで普通にお仕事もして、まあ嫌なこともいいこともいっぱいあるけど変えれないことだから、もう僕はゲイだし、これが僕だからっていう感じでそんなに深掘りしてなかったんですよ。でもそれを言われた時に、ありのままの自分でこんな分からないままの自分でも与えれてるんだって思った時に、この分からないまま生きるっていうのも一つの正解なのかなって。そう。アランさんの中でありのままって何ですか？ありのままに生きることだったり、ありのままの自分をこう表現すること。自分にわがままでいることかな。そうなんか例えばいい意味で言うと、そうなんか自分が昨日は OK してたのに今日はやっぱり嫌だとか、そういうなんか日々変わる自分のそのちっちゃい変化をちゃんと気づきながら選択していくっていうのが僕のありのままだと思ってて、そういう変化に対して向き合うこと。あとやっぱり自分の意見を言う。それもわがままの一つだと思う。例えば、みんなにはいいけど僕には良くないことだったり、そういう場面にノーって言えることだったりとか、みんなと違う行動を取る勇気をくれるのって、そういう自分にしか見つけられないちっちゃい気づきの積み重ねでできる行動だと思ってて、だからそれの、一番言葉にして一番原本に戻ると、だからわがままだ。なのかもしれない。I think that's wonderful because like when I remember when I was watching The Boyfriend, like it was amazing to see somebody who had such like a なんだっけ akarui personality on the show, like somebody who went for it and said the things that they wanted to say. Because like I'm very new to living in Japan, so I feel like it's quite an inspiration for a lot of like foreigners who live here because we don't really like we kind of are always like, what are we supposed to do? Like we're always like, how are we supposed to be more Japanese? Should we be like ourselves? So it's good to see kind of your example playing out on television for us. なるほどなるほど。その時は多分ただのわがままでした僕。わがままセルフィッシュってなんかちょっとなんか、大丈夫みたいな。やばいんじゃない？そうやばいんじゃないみたいな。そう自分のことしか考えてないみたいな。そうだからすごくネガティブなイメージがあるけど、そうでもなんかそこに多分僕がいつも大事にしてる優しさのサングラスをつけると、そのわがままであるけど、その優しくあることもセットでいくと大事な宝物がいっぱい見つかった僕はね。でも本当にいい質問だなと思いました。特になんか僕も外国人でもうずっと日本育ちなんですけど、見た目も日本人じゃないし、僕の20年前とかまだ小学校だった時とかは、結構やっぱりそういう外国人、人と違うってことに対しての反応が
やっぱりもっと激しかった。いじめとか、そう、なんかみんなと違うイコール良くないっていう社会は通ってきてる。違うことがネガティブにとらわれがちだったから、それを感じた人にしかわからない優しさもあるし、強さも身につくし、そう、だからそういうステイハッピーでいるのって、結構人によって違ってくるハッピーの感じが、強くいるためのハッピーもいるし、幸せにしたいハッピーもいるし、その誰かのためのハッピーもいるし、でもそのなんかその中間点が僕はすごく大事で、そうなんか嫌なこととか起きるときに自分を守るために強くなっちゃったりとかする人もいれば、嫌なことがあって自分を諦めて誰かのためだけになるその形、結果もあるんだけど、僕はそのわがままでいることによって見つけたのがその中間点。そうなんか自分が幸せでいることで誰かのためにもなるのかもっていう、それを受け取れた自分もいるし、誰かのためにすることが自分のためにもなるんだっていう、そのちょうどミディアムなところで僕はうまく何十年も楽しんでるのかもしれない。I was wondering then, like, in terms of people's perception, like you were talking about when you were younger versus growing up, like how has Japan as a whole changed in towards like how they view people like you, Hafu? 変わったものが面白いっていう受け入れる体制は増えたよね。YouTube とかが僕は大きいと思うね。自分のなんか誰にも見せれないところをカメラには見せれる姿っていう、その世界がすごく進化につながったのかもしれないなと思ってて、だからやっぱりありのままでいるんじゃないかな。そのみんなそういう場面が増えたというか、そういうルーツが増えたのかもしれないね。それが多分テレビでもよく見るようになったし、人と変わった意見を発信する人たちも増えたおかげで、やっぱりそれを見て、みんなと一緒じゃなくてもいいんだとか、やっぱり人と違うイコールスペシャル、その事例が増えたというか、だから私は一人じゃないんだなっていう思える人が増えたおかげで、多分もっともっと日本もこうやってオープンなマインドだったりとか、ありのままの人の自分でいられるような世界線になっていってるのかなと思います、僕は。すごい。That's so nice. 感動した。嘘。でもそういうのをすごく感じたよ、僕も。I feel like it's kind of what the mission of Japan Gay Guide is, the same thing, right? Trying to change people or connect with the Japanese people as well. So I'm so happy to hear that that's kind of, I don't know, helpful in any way possible. ああ、そうね。わかりました、めっちゃ。でもなんかやっぱり世界って広いんだなって思いますよね。そう寂しいなとか辛いなとか、一人なんで僕だけなのかなとかって思うタイミングってありませんか？なんか人生でなんかちっちゃい頃とか僕結構多かったんですよ、そういう時間が。なんで僕だけなんだろうとか、自分の味方がいないと思う経験が僕多かったんですよね。でもなんかそれをなんか僕の世界でそれを感じてたから、僕が見たことしかない僕の世界で物事を解釈しようとしたりとか、理解しようとしてた僕だから息苦しかったんだけど、その時は僕まだその SNS とかまだなかったんですけど、今はね、そうやって世界がもっと一つの画面でいっぱい見れちゃうから、すごい豊かな世界になるんじゃないかなって僕は思います。そうですね、なんか私たちもメディア運用する中で、やっぱりチーム自体にいろんなセクシャリティの子だったり、やっぱりビルみたいにオーストラリアだったり他の国から来た人たちいるんですけど、やっぱりこういうソーシャルメディアっていうつながりがあったことで、やっぱりこうなんでしょう、自分がどれだけ狭い世界にいたのかとか、見てる世界がどんだけ狭かったのかっていうのはやっぱりそこで実体験して気づいたことなので、なんかぜひね、自分たちのメディアもそういう役割になっていけたらなってすごく思います。絶対だから僕今日出ようと思いました。なんかそういうソーシャルメディアでそういう LGBT だったりとか、それだけじゃなくていろんなその世界を絡んだポータルになってるのが一番今僕が応援したいポータルなので、なんかもう光栄です。一発目でこうやって参加できるのは。こちらこそありがとうございます。本当にありがたい限りです。いや全然こうやってお話できて嬉しいです、マジで。